いらんからくて。今回はお金の話、現在の紙幣編。もうすぐお別れになってしまう天紙幣のなんぞやを紹介していく。千円札のこの人から紹介していく。実はかなりクソな人だったと言われてるけど、本人目線でどうぞ。野口英世です。2004年11月1日より発行されています。千円札で世話になっています。1歳半の時、事件が起こる。私がいろりの肺に左手を突っ込み、大やけどを負ったのだ。村には医者がおらず、いたとしても治療費など払えない。しょんぼり。やけどは治ったが、指は握ったままくっついた。やけどが原因でバカにもされた。しょんぼり。おかげで勉強は人一倍頑張ったのだ。20歳という若さで医師免許を取得。研究所に勤めていた際に通訳と案内をしたシモン・フレキスナー博士を頼って1900年に渡米。私の本名は野口清作。知人に勧められ読んだ本が私自身のことが書いてあるようだった。そいつの名前が野々口清作。しょんぼり。自分の末路のようで気味が悪く改名した。1918年に中南米で猛威を振るっていた黄熱病の研究に参加。細菌を研究した学者になったわけだが、予防法と治療法に目処がついたタイミングで、私も黄熱病に感染。懸命な治療も虚しく、51歳の生涯の幕を下ろした。しょんぼり。約20年、千円札として愛してくれてありがとうございました。なるほどだね。実はどんな人だったのは調べてみて、なかなかエグいから。紫式部です。2000年7月19日より発行されています。2000円札でお世話になっています。源氏物語の作者で、この作品は生涯で唯一の物語作品となりました。私は幼少期から文学に目覚め、家にある歌集や書物はすべて読み尽くしました。父が兄に中国語の古典、式を教えていたとき、そばで見ていた私が、兄より早く覚えてしまい、この子が男の子だったら、と残念がったという話は有名です。恐れ入ります。有名な私の百人一首の歌を。巡り合いて、密しやそれとも、若沼に、雲が暮れにし、夜の月かな。現代語にすると、せっかく久しぶりに巡り会えたのに、あなたなのかどうかもわからないほどの短い時間であっという間に帰ってしまわれました。まるで雲隠れしてしまった夜中の月のようでしたね。どうです？生かしてるでしょう。恐れ入ります。第26回主要国首脳会議の開催と西暦2000年を記念して、2000年7月19日に発行された私のお札は、2003年度までに8億8000万枚が発行。表面には、沖縄県那覇市にある首里城の守礼門が描かれています。2004年度以降は一度も製造されていません。皆様どうか忘れないで2000円札使ってください。恐れ入ります。個人的には2000円札好き。源氏物語がお札ってシャレオツだよね。樋口一葉です。2004年11月1日より発行されています。5000円札でお世話になっております。1872年に生まれました。父親が現在の東京都の管理をしていただけでなく、不動産や金融業に携わっていたこともあり、
裕福な家庭で過ごしていました。11歳の頃に首席で小学高等科を卒業しますが、その後は母の意向で学校教育を受けませんでした。初言。後に一様に学問を学ばせてあげたいという父の思いから、14歳で萩野社という歌人の中島歌子が設けた塾に入門しました。私は才能と人柄を評価され、先生の助手を務めるまでに成長しました。学んでいる間に家族の不法や父親の事業失敗が相次いだこともあり、一家の家計を私が背負わなければならなくなってしまいました。初言。目をつけたのが小説の執筆による家計収入でした。しかし、家族を養うほどの原稿料を稼ぐことができず、借金や質屋通いなど苦難を強いられました。初言。竹比べや大巣ごもり、十三夜といった名作を発表。1年余りで一気に名声を高めていきました。肺結核を患い、1896年、24歳という若さでこの世を去ることになりました。しょんぼり。苦しい家族を救うために筆を取った勇ましく聡明な女性として5000円札にしていただきました。感謝です。今でも名作として残っているなんて、マジで感謝です。短い人生にもかかわらず、小説家として多くの名作を生み出した樋口一葉。彼女の作品を読んでみて。福沢諭吉です。1984年11月1日より現在まで長きにわたり日本紙幣の長をやらせてもらっております。うっす。2004年11月1日発行分からリニューアルの私が登場しているのであります。リニューアルの時も私だけ継続。約40年、私は日本一のモテモテ男だったわけであります。うっす。私は68年間の人生を学問とともに駆け抜けました。1834年に生まれ、1901年66歳で生涯を閉じた日本の蘭学者、啓蒙思想家、教育者と言われています。19歳からは長崎や大阪で蘭学を学びますか。21歳の時に兄が亡くなり中津に戻り、福沢家を継ぎました。しかし23歳で江戸へ出て蘭学塾を創立。これが現在の慶應義塾大学であります。25歳の時に幕府に命じられてアメリカ視察を行ったのを皮切りに、27歳でヨーロッパ各国、32歳でアメリカと複数回海を渡りました。海外の人が見ても私のことを知ってくれている人が多いということでの採用。うっす。学問の勧めの執筆が有名であります。天は人の上に人を作らず、人の下に人を作らずと言えり、人間は生まれながらに平等であって、貴賤、上下の差別はない。だけど、学ぶか学ばないかによって人の違いが生まれるんだと、私は思うのであります。ちなみに1万円札の私は56歳。何とでも言ってください。うっす。諭吉さん、変わるの違和感すごいよね。しばらく慣れるのにかかるよね。間違いなく。最後に特別枠の聖徳太子さんの紹介していく。聖徳太子です。お札といえば我を忘れてないかな。日本国で一番出番が多くて忙しかったぞ。1930年100円札、1944年100円札、1945年100円札、
1946年100円札、1950年1000円札、1957年5000円札、1958年1万円札。7回もお札のデザインに採用されちゃった。ててり、我は馬宿の豊里見の巫女なり、後世に贈られた名前が聖徳太子とされている。教科書では馬宿の王と呼ばれてるらしいよね。聖徳太子の方がかっこいいんだけど、飛鳥時代の政治家である。日本初の女性天皇である推古天皇時代の皇太子として摂政を務め、政治の補佐をした。17条の憲法や簡易12回の制定など多くの偉業を成し遂げたよね。ててり、諸説ありって言われるけどね。聖徳太子は徳のある聖なる人という意味を持つ呼び名。ててり、同時に12人の話を聞き分けたとされる逸話、非常に優れた人物として現在まで語り継がれてるわけだけど、12人同時に話しかけてくる人もさ、ちょっと考えろよと思わない？まあそれだけ優れてたんだけどさ。てへり、ぶっちゃけまだまだ紹介しなきゃいけない人はいるんだけど、割愛しちゃう。チコッとお札あるある言いたい。日本の紙幣が紙になった歴史はそんなに長くはないわけ。日本銀行が日本銀行券として正式なお札として発行するようになったのは1885年5月9日に発行された旧10円券。日本で最も古い紙幣は安土桃山時代末期1600年頃に伊勢山田地方、現在の三重県伊勢市で流通し始めた山田はがきであると言われている。発行されたお札の中で最も大きなものは1891年11月15日に発行された改造100円券。大きさは縦130ミリ、横に110ミリ。一方、最も小さなお札は1948年5月25日に発行された英語1000券。大きさは縦48ミリ、横94ミリ。いろいろなお札があるね。中でもみんなの中で一番お札といえばでなんかある。ぶっちゃけ2007年まで頑張ってくれた夏目漱石の1000円札。やっぱしっくりくるわけ。漱石様のイケメンっぷり。日本の紙幣にはいろいろな細工がされ、偽造防止にも試行錯誤された技術が使われている。今回紙幣が新しくなったらその次の紙幣とか生きてる時に見れるのかな。現金という需要が少なくなってくるんだろうね。そのうち効果編を出そうっと。高評価、チャンネル登録よろしくね。したっけ？またね。